盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマは水やりの最も安全な上達法ということで、ご説明していきたいと思います。水やり、こういう、今手元に盆栽ありますけど、そこの地域だったり天候だったりとかね、その日の気温とか雨とかそんなんで水やりの頻度とかね量が全然変わってくるんですけども、やっぱこの木に対してベストはこれぐらいって、大体決まってるんですね。ベストはこれぐらいってね。でもそのベストなんかもうそれは昨日今日始めましたそれこそ水かけ3年っていう言葉があるんですけど、まだまだねもう慣れてない方からしたらそのベストな水やりっていうのはなかなか見つけにくいと思うんです。でそのベストな水の量なり、タイミング、頻度というかそれを見つけるためにこうしたらいいですよという、アドバイスですね。でどうするかと言いますと、まずざっくり言いますとちょっとね頻度を多めにやるんですね。だいたいよく言うのが春と秋は1日1回とかね、夏は1日2回、冬は2日に1回とかそんなんあるんですけども、サイズ的な話もありますし、この盆栽自体のねちっちゃかったらやっぱ相当は限らんので結構回数が増えたりするんで、そういう本とかよくあるパターンの回数にちょっとそれプラスアルファ、1日1回だと1日2回とか、例えば2日で3回みたいなね、1日1回って言われてる時期は2日で3回みたいな、だったら平均すると1日 1.5 回みたいな、そんな感じでちょっと多めにやっていくんです。でそれでもし多かったとしたら葉っぱがだんだん黄色くなってくるんです。これがなぜかわからんのですけど、今度理由ちょっと勉強しようかなと思ってるんですけど、なぜか水が行き過ぎるとね、松に限りか他の木はどうかわからないですけど、とりあえず松僕の見た中ではよく黄色くなってます。水の頻度が多いと。で黄色くなってきたなと思ったら水やりがそのベストな量よりちょっと多いんだなと思ってください。で黄色いが確認できてからちょっとずつやっぱり2日で1日1回の時期に2日で3回多かったなと、やっぱり1日1回してみようとか、そんな感じでちょっと減らしてみましょう。でそれで次にそんなに葉が黄色くなってなかったら、それがかなりベストに近い水やりだと、そういう流れでやってみてください。長々と言いましたけど、とりあえず多めにやってみて、量だけじゃないですよ。量なんぼいっぱいやったから言って、1日に2回いるような時期に1回たくさんやったって、もうこの鉢の量はもう決まってますから、もう 100% 以上はもう水は保ってくれないんで、もう1時間かけたからってもうこの中にはもうこの8分しか水はたまらないんですね。だからどっちかというとやる頻度が結構大事。量は当然この中 100% には水するんですけども、頻度が大事と。だからとにかく頻度をちょっと多めにして、黄色くなってきたなと思ったら頻度をちょっと下げてみる。2回だったら1回にするとかで、それで緑色というかね黄色っぽくあんまならんかったらそれがベストに近いなと。だからとにかく多めにやって減らしていく。で逆で言うと少なめから多くするってなるとちょっとね少ない場合に間違えてたらそれは水が少なすぎると枯れるってことになるんで、そっちから攻めるのはやめときましょう。多い方から下げていく、少ない方からは上げていくのはちょっとおすすめできません。とりあえずじゃあ、頻度のお話はしたんで、量どれぐらいがこれが 100% になるかってちょっとついでなんで実演今してみようかなと思います。こういうね、うちこういうホースからこういうじょうろ的な感じでコックがついててね便利なんですけど、これ農協で買ってます。こういうのをこうバーッとかけて、もう葉っぱかかってもいいです。ただ幹のね皮が荒れてる子はあんまり直射すると皮が剥がれやすいんで、この辺優しく。で今やっぱりねこれ乾いてたんでちょっと水がスーッと吸い込みませんね。
でこういう時は待つんですね。これで今やめると多分この中 100% 湿ってないと思います。でちょっと待ちます。植え替えてすぐの木なんかこれがすごく染み込みやすいんですけど、これ植え替えてちょっと経ってるんで若干染み込みにくいですね。はい、今ちょっとずつですけど分かりにくいですけど、水がどんどん今染み込んでいってます。それでこの上でもう一回かけたら、次ここが溜まってるのが染み込んだら多分もうこの子は 100% この中しっかり水が染み込んだなと思います。はい、これが基本の水やりですね。今のやり方のを1日何回するかとか2日で何回するかとか、そういう頻度の問題にやっと次に行くと。まずこの基本の水やりを覚えていただいて、これを1日何回何日に1回とか、それをまた次に考えてください。ほんで黄色くなってきたらちょっと多いんだなと。で色が変わらんかったら、もしかしたら多いと思ってたらまだ少ない場合もあるかもしれんので、もう一回多く行ってみてもいいかもわからんですね。その木によって全然乾き方が違うかったりするんで、色が変わらんかったらもう一回そうですね、ちょっと黄色くなりかけるぐらいまで一回行ってみてもいいかもわからんですね。初心者さんはとにかく少なくて枯れる人がもうすごく多いんで、多い方でまず試してみて、これぐらいが多いっていうのをね把握してもらったら、後々水やりが結構そのベストな量がいきやすいかなと。同じようなこと何回も言いましたけど、とにかくここを強調したいんですね。僕のこの盆栽枯らさない塾のもう根幹みたいな、とにかく水やりがもう枯れるナンバーワンなんで、もうあと細々しともいろんなあるんですけど、まずこれを皆さん覚えていただいて枯らさないようにしてください。はい、今回は以上です。盆栽枯らしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この度無料のメール講座を始めました。僕の知識経験、20年以上かけての知識経験がぎゅっと詰まったメールが定期的に40本以上届きます。限定動画も20本以上作っておりまして、より分かりやすくなっていると思います。概要欄の登録フォームからメールアドレスだけで登録できます。中身はもう全部無料になっておりますので、ぜひとも皆さん登録してみてください。